皆さんこんにちは、ラッキーです。今回は上場企業が本社を置く都道府県別ランキング大阪府編をお届けします。全国2位のショートの実力を早速見ていきましょう。どうも株主です。大阪に本社を置く上場企業の配当利回りだけを見た場合のランキングはこんな感じです。いきなり1位は配当利回り 6% ですか。5% 超えもたくさんあるじゃん。しかしこのランキングには大きな罠が潜んでいます。今回もこの見せかけの利回りではなく本当の実力を測っていきます。つまり無理して配当を出していないか、お財布は大丈夫かってことですよね。その通り。もし企業が配当成功を健全な 40% 程度に抑えたら、このトップ15のランキングは一体どうなるのか。成功 40% 換算利回りで再構築します。そして今回はさらに特別。実は現在のランキングでトップ30にも入っていない銘柄が成功 40% 換算だとトップ15に食い込んでくるという大番狂わせが起きています。なんだと？そんな隠れた実力者がいるのか？早く見せてよ。その激変ぶりは動画の後半でじっくり解説しますよ。それではまずは現在のランキングの解説からいきましょう。まずは15位、2183リニカル。配当利回り 4.71%、配当成功 242.4% となっております。いや、配当成功 242% ってやりすぎでしょ。よっぽど貯金があってこれから利益が伸びていく自信があるんかな。ってよく見たら全体的に配当成功高くね。そうなんですけど、とりあえず1位まで読み上げて、その後配当成功 40% 換算に直したランキングをお見せして、そして今日のメインイベント、配当成功 40% だったらこのランキング外からどんな企業が入ってくるのか説明します。ちょっと分かりにくいですが、見れば分かるようになっております。ちなみにその最後のランキングに入っているトップ5の企業は詳細を説明します。ちょっと何言ってるか分かりにくいけど、最後の方に大阪の真の実力企業をピックアップしてるってことね。簡単に言うとそういうことになりますかね。ではちょっと長いのでトップ5だけ読み上げますね。第5位8125脇田。配当利回り 5.45%、配当成功 135.7%。第4位4114日本触媒。配当利回り 5.49%、配当成功 97.2%。第3位7278エクセディ。配当利回り 5.56%、配当成功 93.7%。第2位3002軍勢。配当利回り 5.57%、配当成功なんと 250.6%。 そして第1位7305荒谷工業。配当利回り 6.01%、配当成功 75.3% となっております。いや、配当成功がどこも高いね。怖いね。そうですね。愛知県と比べると少し高めですね。そしてこの表を配当成功 40% 換算にした場合のランキングがこちらになります。軍勢なんて2位から14位に落ちとるやん。買えそうなのは合同製鉄ぐらいかね。こうやって比べてみても大阪って合同製鉄ぐらいしか買えるところないんじゃない？ちょっとひどいな。それがですね、配当利回りランキング50位くらいまで出して、配当成功 40% 換算でランキングを出すと結構いい企業が出てくるんですよ。そのランキング表がこちらになります。この表の左から2番目の列の番号が配当利回りだと何位かが出ています。
45位とか42位でも配当成功を 40% 以下で調べると結構出てきますね。これは高配当が継続可能か無理をしていないかがわかる企業となっています。もちろん今後の業績によって上下します。これはあくまでも現時点でのランキングとなります。ではこの表をもとにトップ5の詳細を説明しますね。はい、第5位7481お家産業 PER6.93 倍 PBR1.27 倍配当利回り 4.25% 配当成功 29.5%、事業内容は業務用食品、特に外食産業向けの食材卸を専門とする商社です。日本人が外食を愛し、インバウンドの外国人が日本食を求める限り潰れることのない縁の下の食のインフラですね。出来高がちょっと少ないけど優待もあるし、高配当だし、YY100 株だけ持っとるけどね。はい、第4位4202大セル PER6.88 倍 PBR1.03 倍配当利回り 4.32%配当成功 29.5%、配当成功 40% 換算の場合 5.86% となります。事業内容は大きく分けてセルロース系事業と有機合成系事業、そしてピラー事業の3本柱で成り立っています。昔高田っていう会社が上場してたんだけど、主にホンダにエアバッグを収めてる会社だったんだけど、アメリカで問題を起こしちゃって、エアバッグが破裂した時に金具が飛んで、人に当たったわけですよ。でそのまま裁判になって倒産したんだけど、その時めちゃめちゃ恩恵を受けたのがこの大セルなんだよね。でもその分大セルも品質管理は慎重にしないと高田の二の舞になるからね、気をつけないとね。はい、第3位8075新興商事 PER6.82 倍 PBR0.69 倍配当利回り 4.47% 配当成功 30.4% 成功 40% 換算の場合 5.88% となります。事業内容は神戸製鋼グループの中核を担う専門商社となっております。実は日本の産業界の最先端にそっと入り込むビジネスモデルを持っていると思っています。配当もいいし、とにかく押したら買いのスタンスでええんじゃないの。はい、では第2位4690日本パレットプール、PER6.56 倍 PBR0.5 倍配当利回り 4.58% 配当成功 30% 成功 40% 換算だと 6.11% となります。事業内容はその名の通りパレットのレンタル事業を全国で展開しています。この会社は物流効率化という日本社会の巨大な宿題をコツコツと解き続けている優等生ですね。長期保有にももってこいの会社ではないでしょうか。はい、そして第1位5410合同製鉄 PER6.09 倍 PBR0.43 倍配当利回り 5.06% 配当成功 30.8% 配当成功 40% 換算の場合 6.57% となります。事業内容は鉄鉱石から鉄を作る高炉メーカーとは違い、スクラップを電気炉で溶かして鉄を作るいわゆる電炉メーカーです。合同製鉄株に投資を検討される方は、スクラップ価格と建設業界が上向いてきたら少し遅れてこちらの株価も上がっていくんではないでしょうか。ただ配当がいいからインカムゲイン狙いの人にはいつ買ってもいい感じの株かなと思います。だって配当 5% ですよ。ではおまけでラッキーがどうしても紹介したいという銘柄を2つ紹介します。
まず1つ目は第7位にランクインしていた6292川田、PER8.11 倍、PBR0.47 倍、配当利回り 4.3%、配当成功 34.9%、成功 40% 換算だと 4.93%。事業内容はプラスチックや樹脂を加工するメーカーに対してその加工する機器を専門に開発製造している企業です。川田は地味やけど世界の樹脂製品の品質を陰で仕切っている技術屋集団と認識しております。いつの日か日の目を見る時が来るんじゃないですかね。最後はランキング11位の6257富士商事、PER10.29 倍、PBR0.48 倍、配当利回り 5.08%、配当成功 52.3%、成功 40% 換算だと 3.89% となります。事業内容はパチンコ機、パチスロ機といった遊戯機の開発、製造、販売を主力とするメーカーです。もう30年以上前かな。昔エキサイトってあれパチがあってな。出た頃は誰も育てなかったんよ。わいは人気の出る前から毎日モーニング狙いで通って2ヶ月で140万買ったんよ。そしたら3ヶ月目くらいから大人気機種になって全く座れんくなって全然稼げんくなったんすわ。わかるかな？わかんねえだろうな。いや最後全然意味がわかんないですけど、もしかしてそれが言いたかっただけ？というわけで、大阪府に本社のある企業高配当株ランキングトップ15は以上で終わります。次回は何県になるかお楽しみに。よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。